今のクリエイターとして影響を受けてきたものですとか、この生き方とかそうですね、人生でもいいんですが、はい、今のお仕事のスタイルとかに影響を受けたものそれぞれあるとは思うんですけども、岩本さん。了解です。ゲームでやっぱり影響を受けたのは、初めて遊んだのがマッピーだったんですよね。MSX だったかな、保育園ぐらいの時だったんで、テレビに自分が操作したらそのリアクションが返ってきて動かせるっていうゲームにまずはものすごく魅了されたのがその時で、そこから小学校の時はファミコンも買ってもらえないみたいなゲーム禁断区だったんで、もうその反動でもうゲームばっかりの人生になったなっていうのはあります。それがまず一つ、ゲームっていうものにやっぱり影響を受けたのと、今だとピクサーでアートディレクションをされていた堤大輔さんっていう方がおられるんですけど、その方はカラースクリプトっていう感情とかシーンを色と構成で伝えるっていうのをされてる方がおられるんですけど、その方の考え方とか作品は結構ものすごい影響を受けてて、例えば本当に子供が見ても国が違っても見た瞬間に感情がこう想起されるようなビジュアルストーリーテリングっていう感じなんですけど、そういう絵の力で物語を語るっていうことを第一線でやられていた方の考え方や作品は影響を受けてますし、今も勉強をずっと続けてます。例えば作品名で言うと、はい、モンスターズユニバーシティとかで、最近だとトンコハウスって言って個人制作の映像制作会社を作られて、今度新しいやつが新作出ますよっていう感じ。めちゃくちゃファンですね。めちゃくちゃファンです。はい、ではじゃあ香川さん行きましょうか。本当に主に RPG が全般が好きでやってるので、いろんな本当にタイトルやって、やっぱりこの業界とかに入りたいなと思ったきっかけが割とそのテイルスをもともと好きで、それこそデスティニーとかファンタジアを触った中学生ぐらいで、その頃はやっぱりそのファイナルファンタジー、ドラゴンクエストってある中でちょっとこうひねくれてて、そのテイルズにそこで触って、いやアクションだしアニメもあるしみたいな形でめちゃめちゃこの影響を受けた作品っていうのがテイルズで、本当にそこから、ゲームが好きでテイルズずっとやってたんですけど、ゲーム協会に行きたいなと思った時に実際にテイルズスタジオに入りたいと思って、本当に人生的にも影響を受けた作品かなと思ってますね。じゃあずっともうテイルズオブの血が流れてるんですね。そうなんです。数少ないテイルズをずっと作ってる人間に今なってるかなと思ってます。言ってたわ、そういうふうに。スタジオに入る時に作品を送るんですよね。その時に作ったのもテイルズみたいなゲームを作りまして、この子はうちで撮らなかったらどこか撮ってくれるんだろうかみたいな感じで撮っていただいたっていう経緯があります。スカーレットネクサスやってた時にも香川に興味ないって言ったことがあったんですよ。そこを断られたね。僕はテイルズですってことで言ってて、本当に好きなんだなっていうことを感じて諦めました。その時はもう一筋なんですね。ゲーム以外だと何かありますか？もう本当最近のことなんですけど、アライズを作ってて、キャンプをやり始めまして、めちゃめちゃ多忙な時に静岡の方のキャンプ場行って、夜こう焚き火をしながら月を見て、頑張ろうっていう、それでもう乗り越えてアライズが完成したっていう影響を受けたっていうことになるんですかね。リアル野営。本当にリアル野営をした火の起こし方とか、そういうところにちょっとこだわっていきたいなと思ってますね。今後そのあたりが強化されていくんですか？出てきてしまうかもしれないですね。はい。なるほど。では穴吹さん、影響を受けた作品などございますか？一番明確に自分がゲームの仕事をしたいって思ったタイトルがFF4 ですね。ファイナルファンタジー4がスーパーファミコンで出た時が衝撃的で、FF ってドラクエと違ってその場で戦ってる様が見れるじゃないですか。それがいいなと思ってて、その FF4 になった時に背景がついて、いろいろ嘘のないものを見せてもらえてるっていう、その高級なものをプレイできてるなっていう気持ちになれたのと、あとはそのキャラクター性がしっかりバトルにも反映されてて、今僕らがやってるようなものを当時の FF がやったタイトルだなっていう思いがあって影響を受けましたね。すぐには買ってもらえなかったんですけど、その中学生になったタイミングでそのスーパーファミコンを買ってもらえなかったから、自分でその新聞配達のねアルバイトをしてスーパーファミコンも買って、当時1万ぐらいした FF4 も買ってレベル完走するまでやり込んだのはすごくその思い出深いというか、あれがあったからその今自分がゲーム業界にどうにかやれてるのかなっていう思いはすごくありますね。でゲーム以外だとスカーレットネクサスっていうタイトルに
おいてすごくその影響を受けたのは能力集団ものはやっぱり大好きです。サイボーグ009だったりとか、あとは広角機動隊もそうです。ハンターハンターの幻影旅団とか、FF7 のタックスとか、あとは暗殺教室の3年 E 組とか、そういうその能力集団ものってところがすごく憧れてて、自分がその中の一人になれるっていうのは体験してみたいなっていう思いでそのスカーレットネクサスを作ったんで、そういったタイトルにはすごく影響を受けてます。はい、そう、チームがいいんですね。集団がいいんですね。集団って良くないですか？僕は日本代表を応援するときにそのサッカーのね、ユニフォームを着てみんなで応援するのとか、すごくその一致団結してる感とかあるじゃないですか。ああいうのにもすごく似てると思うんですけど、集団の中で自分が入ってそこで認められながら一緒に乗り越えていくみたいな、そういうのってすごくそのチーム自体もかっこいいし、その一人になりたいっていう思いが人間には潜在的にニーズがあると僕は信じてスカーレットネクサス作ったところはありますね。ではお隣の飯塚さんは。はいはい、こう RPG の話出たんで RPG の話しようかなと思うんですけど、僕もやっぱり RPG 結構やってたのでその影響っていうのは大きいんですけど、特に好きな RPG だとロマンシングサガとか自分で選べるんですよね。何をするか、どのキャラをいくか、自由度が高い RPG とかかなり好きで、あとキャラクターがたくさん出てきたりとかするところは結構好きで、あと僕 SF は結構好きなんですよ。だから他の作品で言うとアニメとかで言うと広角機動隊とかガンダムとか、そういう要素は結構好きで、だからスカーレットネクサスのこの世界観見た時にすごいいいなと思ったんですよね。この未来の世界でパトレイバーとかも好きなんですよね。僕ありそうな今の世界から地続きでこうなってたらありそうな世界を描いてる作品っていうのは、結構好きで、未来だけどなんか懐かしさというか本当に地続き感があって感じられるっていうところは単純に作品としても好きなポイントだったりするので、そこを一生作っていく中では楽しみながら作っていけたなと思ってますね。スオとかも、ちょっと90年代の新宿をイメージされてるって伺ったんですけど。なんで知ってるんですか？好きでチェックしてます。ありがとうございます。そうですね。もし90年代からあっち方向行ってたらなってたんじゃないかみたいな想像がいっている、感覚がすごい好きです。ありがとうございます。富澤さんは何か影響を受けた作品ありますか？ひねくれた子供時代過ごしていたので本当に印象に残っているものとしては、一番はねやっぱりファミコンだったらマザーとか、ああいう世界観としてもちょっと本当にリアルだったりファンタジーとは少しずらされたものでも RPG 的体験ができるっていうのがなんか自分の中にはスッとはまる部分がなんかあったのを強く覚えていて、もう一個ねこれ大体共感いただけないことが多いんですけど、スイートホームっていうですね RPG があってですね、やってください。あれなんかRPG なんですけど、一応あれですよ、バイオハザードの源流とも言われるぐらい、何がすごいかっていうと、洋館に閉じ込められて脱出するっていうだけなんですけど、その洋館のマップアクションが全部もう1989年かな、凝りまくっていて、例えば影のところだったら敵が出やすいとか、実際にツルハシを作ってマップの中で移動しながら敵を避けながらみたいな、とにかくそのアクション要素がマップの方にめちゃくちゃあって、バトルに至るその直前の怖さみたいな、ホラーゲームなのでっていうものをめちゃめちゃ演出している新しすぎるゲームがあったんですね。さらに何が新しいって仲間がバラバラになっちゃうんですよ。死んだキャラクターは絶対に生き返らないみたいな、めちゃめちゃハードなそのホラーの世界観をゲームデザインにこれでもかと落とし込んでいるゲームが自分にとっては斬新にも過ぎるくらいのゲームだったので、なんかその辺がその自分のひねくれ心に対して、ゲームってこんなに自由だしアイデアでいろんなことを感じさせてくれるんだ。それまでのなんか自分がプレイしてたゲームとなんかもう一段考え方が違ったんですね。なんか一個レイヤーが上に何か神の視点というか神の所作によってゲームってこんな風に料理できるんだって自分の RPG の中では今でも1個出せって言われるとこのマニアックな1本をスイートホームそうなんです出しちゃうところがあって、今回そのフィールドアクションとかそういったそのリアリティを与えるための一個一個 RPG って流儀あるからこういう表現でいいよねっていうところに対してもう一歩リアルに向かってのアプローチを足すだけですごく豊かになるっていうところはファミコン時代であれこの最新のゲーム体験であれやっぱりまだまだ掘る要素があるんだろうなって常にやっぱり思うところがあって、その時必ず思い出すのがねその作品だったりするんですよね。使われるのかなこの子は。でも確か今回初めて
かな、泳げたりとか、そうですね、なんかアクションも増えてましたよね。はい、自在なジャンプができたり、だからといってなんかすごくそれがギミックとしてガチガチにゲームデザインに組み込めばいいってもんでもないってところのバランスがもちろんあると思うので、リアリティを感じさせるところとゲームとしての楽しみみたいなのが、現代のゲームならこう両方うまくバランスされてるのがいいんだろうなと思っていたので、そこは非常にいいバランスでやっていただけたなと思って、初期からねそういったところはやりたいですよねって話してたので、実際そのフィールドのアクションが増える中で、じゃあ本当にどんどんフィールドのアクションを増やしていけばいいのかっていうと、物語体験っていうのを楽しみにやってる人たちにとると、それがこう多すぎてもそっちに時間取られすぎてお話が入ってこないとか続かないとかっていう風になってしまうので、アクションを増やして実存感ありつつ入れすぎないとか、そういう風なバランス調整っていうのは非常にやった部分はあるかなと思います。何を加えてもテイルズの場合、それによってキャラクターの魅力がより知れるとか、より輝くっていうところに落とし込むのが多分一つのテクニックというか特徴なのかなと思っていて、今回もそれをしっかりフィールドにおいても込めていただいたんで、一個一個このジャンプに別に意味はないかもしれないけれども、それによってここでジャンプするとこんな反応があるかもとか、それこそ滝壺に落ちたらものすごいこう会話が生まれるとかっていうところがちょいちょいっとこう挟まれてる時のなんかこう気持ちよさ、そういった部分がこうアライズには散りばめられているのがすごく好きなところですね。クリエイターの皆さんがね、どういった作品に影響を受けてきたか、それからゲームにどう反映されているのかもね、お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはお互いのチームの印象についてお話を伺っていきたいんですけども、お互いのチームを見てこだわっているなと思った部分を、じゃあまず岩本さんから。自分はやっぱりキャラクターたちがなんてアジトでくつろいでるところのこだわりや愛情みたいなやつはすごいいいなって個人的に思いました。花火が腹筋ローラーで潰れるのを見てもめちゃくちゃ笑ったんで、嘘だろそんなとこまでとかで、あんな可愛い嵐がぐうたらしてたりとか、穴吹さんがツイッターとかで上げてるんですけど、こだわりとかネタとかがたくさん入ったりするんで、そういうのを見て愛してるなっていう、いろんなキャラクターたくさんいるんですけど、それぞれにやっぱバックグラウンドがあるなっていうのを感じられるような表現だったんで、取り入れたいなって思ってます。プレゼントあげるともうすぐ使ってますもんね。そう実際にプレゼントしたものをこう使ってくれるんだと思って、嬉しいってなりますよね。ラケット振り出したぞみたいな。プレイヤーとしてもこう愛着湧きますよね。 RPG として大事にするポイントでも触れたんですけど、キャラクター表現ですよね。キャラクターの魅力をゲームの中でどれだけ伝えられるかっていうところが大事だなと思ってて、絆エピソードなんかもそうなんですけど、その意外な一面とかね、こういうものが好きなんだとか、キャラクターの魅力をアジトの中で感じられるようにしたいってところは最初からあったんで、絶対いるって、アジトは絶対いるってもう聞かなかったですよ。あとはもう細かいところは開発チームのこだわりで、僕から言った部分もあるんだけど、結構開発スタッフがそれぞれ勝手に膨らましてくれた部分もあって、花吹さん的にはやっぱり能力集団にはアジトは必須だっていう。能力集団にっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。はい。アジトっていうところで一緒にそこで過ごしているってところで集団感ってところも出せたから必須じゃないですかね。はい。確かに日常が垣間見えましたよね、あそこで。そうですね。はい。ちょっとアライズチームのこだわりだったり、取り入れたい部分。めちゃくちゃいっぱいあるんですけどね。全部教えてください。一番最初やっぱ感じたのはグラフィックスよね。パッと見た時にベルセリアと比べた時のその差が一目見ただけでそれが感じられるというか、圧倒的な納得度みたいな高級感みたいなところは感じますね。嬉しいですね。一生懸命こだわってくれたスタッフのみんなに本当に感謝だし、ちゃんと伝わってたよって伝えてあげたいですね。あれは伝わるでしょう。体験版最初やった時にモンスターに力入れるらしいぞアライズはって聞いてて、で、バトルなのかなと思って、バトルの中のモンスターの挙動も力入れてるってことは分かったんですけど、モンスターがベルセリアまではフィールドでうろうろするだけの敵シンボルだったんですけど、アライズはちゃんと生きてるのが感じられるというか、いろんなエネミーが飛んだりうろうろしたりっていう様を見て、この中に自分がいるなっていう没入感が感じられたのがすごく印象でしたね。実際力入れたところがあって、この最初の方に実存感みたいなところで、蜂の動きとか本当にこう蜂っぽい動きをプログラミングして、
実際に飛んでるので壁とかもこうちゃんと浮いてくるとか、ボアだったら本当に最初は寝てるやつがいたりとか、あとはエンカウント式っていうところもあって、実際にそのフィールドのシンボルに当たるとバトルに移る、割とそこが別のものになるケースが、今までのシリーズもあったんですけど、同じ敵に当たって戦闘してるなみたいな感覚にエンカウントだけどなるようにつながりがあるようなところはしっかりと作った部分がありますね。敵の数もあれで嘘ついてないよね。その時にいた数ほぼなんです。ほぼなんだ。はい。やっぱりあとはテイルズオブって大変ポイントって各キャラクターをプレイヤブルにしなきゃダメっていう重要ポイントなんですけど、開発側からするとすごく大変ポイントでもあるじゃないですか。各キャラクターを操作した時にそれぞれ操作性が違って飽きたら他のキャラに切り替えて遊んでみようっていうことができるし、各キャラの個性を出すっていうところを意識してるなっていうのがすごく感じられてて、昨日かな一昨日かな香川に聞いたんだけど、テューハリムのねドットエクステンション回避すると棒が伸びるってやつね、あれエクシリアのレイヤーのね過信根術が元ネタになってるっていう話、そうだろうなと思って聞いてやっぱそうだったんですけど、自分が携わった時には当然過去のシリーズのいろんなものを参考にしながら作ってきたし、で自分が過去携わったものを今アライズでも参考にして作ってもらってるってところがなんかね個人的にすごく嬉しくて、なんかテイルズオブのバトンを受け取って渡せたみたいな、そういうシリーズをつなぐ一人の役目を果たせたみたいな気持ちになれたんですよね。で今ここにいる皆さんがバトンを受け取って走ってますけど、そのバトンは多分次に渡せるんですよね、必ず。なぜならアライズっていいものができたし、過去シリーズ続いてるから、そこをどんどんつないでいけばもうシリーズはずっといいものを生み出していけるんだなっていう確信を得たタイトルでもありましたね、個人的には。穴吹さんもずっとテイルズオブシリーズで携わってきて、逆にスカーレットネクサスに取り入れたもの、実装したものってございますか？マインドの部分はシナリオとキャラとバトルは抑えなきゃダメっていうところでスタートしてるんで、そこはもうテイルズオブの頃に実感してて、スカーレットネクサスでもそこはしっかり入ってます。で使用レベルで言うと、僕ベスペリアとエクシリアでバトルやったんですけど、ベスペリアはフェイタルストライクっていう仕様があったんですけど、体力以外のゲージを自分の小手先の技術で削ったら一撃で殺せるみたいな、そういうシステムを入れてて、エクシリアでもリンクアーツっていう仕組みで入れたんですけど、バトルを工夫させる一つの要因になるなっていう思いがあったんで、スカーレットネクサスでもブレインクラッシュっていう仕様で実装させてもらってはいますね。能動的に各キャラクターが話しかけてくれたりするのは、やっぱりちょっとテイルズオブの良さが実装されてるのかななんて思ったんですけど。そこもありますね。さっき飯塚も同じこと言ってくれてましたけど、自分に話しかけてくれたりとか、さっき富澤さんも同じこと言ってましたけど、各仕様が、テイルズだったら料理一つとってもそうだと思うんですけど、キャラクターの魅力をいかに引き出すか、キャラクター表現をするための仕様だったりするので、ブレイントークっていう仕様にしてるんですけど、スカーレットネクサスではフリー移動中もキャラクターがプレイヤー自分のことを気にかけていろいろ話しかけてくれたりとか、キャラクター同士で話が盛り上がったりするってところはテイルズオブの血を受け継いで自分なりに入れている部分ではありますね。ブレイントークの話が出たので、僕もすごく好きだったんですけど、アライズでもとにかく気兼ねしないトークをとにかく浴びせまくりたいっていう、なんか一緒にいる感じがねしますよね。スキットという仕様以外にもショートチャットでとにかくフィールドの実存感とか体験の没入感の中にキャラクターをとにかく表現し続けるってことをやると、多分冒険とか感じ方一段変わってくる。キャラクターをもう本当に摂取し続けるというか、っていう体験が本質的にしたいことなんだっていうのは確信めいたものだったので、2作品ともそこがやっぱり強く出てるのはすごく好きですね。全然ストーリーに関係ないことを急に言われるのも嬉しかったりしますもんね。そこはもうテイルズオブが持っていた文化とも言っていいかもしれないですけど脈絡なかろうとやっぱりキャラの側面がぶっ刺さってくるっていうところ、いきなり食らうと違和感を感じる方も中にはいるんだろうと思いつつも、ここは捨てちゃいけないなと思って、あまりにまともなこと言い続けてたらだんだんそのキャラクターの魅力を知りたいっていうところからずれていってしまうので、そこはもう良い我々なりのバランスなんだろうなと思います。では今度は香川さんから見てスカーレットネクサスの印象いかがですか？まず本当に引き込まれる物語っていうところと、本当にキャラクターの魅力っていうところがどんどん出てきて、次を見たい、さらに見たい
こんな展開になったけどみたいなところを引き込まれる作品だなと思っております。少年漫画のようなキャラクターたちの掛け合いであったりとか、もう自分的にはそのユイトとカネが戦う、この点ここで戦うんだみたいな、でこれ多分勝てるやつだなと思ったんですけど、速攻で負けたんですよね。負けてしまったんでそのまま進めてしまいましたけど、でもそういう熱い展開がちゃんと盛り込まれてる。これはなんか本当に少年漫画の試験を受けてるような感覚に得られるっていうのは非常にいいなと思いますし、そのやっぱりイベントもそういう小回りになってることで漫画を読んでるような、でもプレイしてるアクションゲームであるような感覚を受けたのは素晴らしいなと思いますね。すごくここいいなと思ったのが、そのユイトの超能力を使う瞬間に若干バックステップするんですよ。でバックステップしながら超能力をバンって当てるんですけど、回避をしながら攻撃をするっていうものになっていて、実際アライズでもカウンターレイドという仕様があって、うまく回避をすることで次の攻撃に転じるっていう形なんですけど、そのユイトのやつは実際に回避しながら攻撃するので、それがハマった瞬間っていうのはすごく気持ちいいですね。ちょっと玄人向けなところではあるんだけど、決まったら気持ちいいみたいなところっていうのはどんどん取り入れていきたいなと思っております。武器攻撃しながら念力アクションした場合の挙動の話をしていると思うんですけど、まさにそこがすごく苦労したポイントで、いかに近接武器で殴りながら念力のコンビネーションを当てるかっていうところはすごく苦労しながらもこだわったポイントなんで。念力って遠距離じゃないですか。刀は近距離なんですよね。これどう両立させるかっていうのが結構最初から課題だったんですよ。下手すると念力だけでもいい、近寄ったらもう近接だけしかしないみたいな、両極端になりうるところを一回引く、でもう一回コンボをうまくつなげるとパッて距離を詰めて、でしかもそれをつなげていくほどどんどん攻撃力も上がっていきますし、演出も良くなっていく。で最後は決まって気持ちいいっていうサイクルを実装してくれたなっていう僕も思って好きなポイントでもありますね。アライズも近いと思うんですけど、バトル中どんどんテンションが上がっていくというか、演出が派手になっていってプレイヤーの感情をどんどん高ぶらせていくっていうのをやりたかったんですね。なんで念力追撃をつなげるうちにどんどん演出が派手になって、ドライブモードというものが発動して、で最終的にはブレインフィールドで敵をやっつけてほしいっていうような、そういう思想で作ってますね。アライズも近いところはあるのかなと思いながら見てたんだけどね。そうですね。アライズは自分がそんなにアクションが得意ではないので、本当に簡単操作で気持ちいい爽快感を得られるみたいなところをパーティーでどういう風に活かしてやるのかっていうところを主題として、ブーストアタックで本当にお互いに共闘して、その先にブーストストライクということでチームでのフィニッシュ技をするみたいな。実際にそのフィニッシュ技自体はテイルズ・オブ・レスペリアとかでそもそもあったようなものではあったんですけど、互いにチームでやるような形にすることで、演出的にも爽快感的にももっとアップするような形に仕上げたっていうのがありますね。気持ちいいよね。よかったです。最後必ずブーストストライクで倒すことになってるボスとかもいるよね。やっぱり何か普通の攻撃とかでパシューンって倒してしまうみたいなのっていうのは見てて気持ちが良くはない。やっぱり最後フィニッシュ押して終わりみたいなところがゲーム中にしたかったんですね。演出でボタンを押せとかではなくて、単純にバトルの流れでちゃんと自分でとどめを刺す気持ちよさみたいなところは演出したかったので、基本的にボスは最後とかは、ブーストストライクで、しかも因縁のあるボス戦では必ずそのキャラクターになるような仕掛けとかも、中にメンバーがこだわって入れた点とかがあったりしますね。でもブーストストライクを作ったのは自分だって今言ってましたよ。そんなこと言ってないけど、元を生み出したのは自分。僕ブーストストライクの中で好きな演出がニーベルとアルフェンのブーストストライク。ニーベルの雷と風と水3色じゃないですか。そこにアルフェンの炎が加わって 4元素になるっていう演出がすごい刺さって、あれ好きでずっと使ってるんですけど。あれもテイルズの元々の技、ミラの非容疑か確か何かだと思うんですけど、それをもじってすごい好きな演出です。技の解釈をそう変えるのはあるよね。テイルズオブは今回シュウソウライザンがブーストストライクだったよね。ストライクでエクシリアでもシュウソウライザンをリンクアウトにさせてもらって、もともとはファンタジアからある技で、今回はこうするってところはプレイヤーとしても結構楽しくやらせてもらったし、小波十文字出た時やっぱテンション上がってる。小波十文字はもともとあれシンフォニアのユニゾンアタックで、ベスペリアのゴーシュとドロワットっていう敵キャラクターのヒロギに入れて今回また復活したから嬉しかった。
過去のねインディグネーションとか出てきた時とかちょっとさテンション上がりますよあれイね。ンディグネーションを彼に使わせたのは決めたのは誰だったか僕はね未だに聞かずじまいだったんですけど。決めたのはちょっと覚えてないですけど、自分だったかもしれないですけど今回光を扱うスルドというところでガナベルとアルキリスいるんですけど、やはりそこの最上級をやっぱり使えないとスルドとしての核みたいなものがあると思うんで、インディグネーションは、ガナベルトだろうというところで入れさせていただきました。めちゃくちゃ絶望しましたもん。もう何回もまた優勝し始めたみたいなめちゃくちゃ強かった。止めなきゃってじゃあ飯塚さんから見たアライズの良さいかがでしょうか。そうですね。スカイトネクサスでは今回なかった部分でもあるんですけど、やっぱりその世界の中を旅をする体験の、その中での細かい行動をちゃんと作り込んでいて、それがこうまとまってちゃんと一緒に旅をしてるなっていう感覚をすごい得られて、ちょっとしたところの素材を集めて食料を集めたりとか、釣りもそうですけど、あと野営してキャンプする時にご飯を作るとか、その旅の道中にちょっと発生するようなものが、バランスよく組み合わさるということで、もちろんこの次に行かなきゃいけないんですよね、事態があるから。だけどその途中でちゃんとこの緩急があって、そこで楽しめるこの旅の感覚をちゃんと作ってるなっていうのはやっぱりテイルズならではだし、いいところだなって思いましたね。実際やっぱり RPG で先ほど見たように世界を旅するゲームっていうところが減ってきている中、ちゃんとこういろんなフィールドだったりとか美しい景色だったりとかを見せたいな、ストーリー展開でそれぞれの信念だったりとか憧れるようなキャラクターであったりとかっていうのは描くことはやっぱり注力するんですけど、それ以外のところで親近感が湧くようなキャラクターの行動だったり、ここってなんか普通の人間に近いなとかっていうのを思わせるっていうことは、テイルズオブとしてはもう昔からやっていて、それこそスキットっていうものが生まれるもの自体もですね、その旅の道中この人たちって何を話してるんだろうかみたいなところからシステムが生まれて、今作も旅の道中でやっぱり会話しながら旅してると思うんですよね。そういったところが感じられるようにいろいろ入れさせていただいたんですけど、それ自体もやっぱりですね、途中の段階では少なかったんですね。やっぱりもっと必要だろうっていうところでかなり追加収録とかさせていただいて、最終的にこうワイワイしながらもでもちゃんとこう物語展開としてはシリアスな展開をやるようなバランスになったんじゃないかなと思います。釣りがすごいハマっちゃったんですけど、そうですか。ということは釣り好きのキサラの設定というのは後付けもあったんですか？最初からあったわけではないですけどね、途中の方でこのキャラクターっていうのはどういう風なパーソナリティがあるんだろうっていう時に追加したような部分ではあったりしますね。そもそもこうファザコンという設定みたいなものができた上で、じゃあ兄から受け継ぐものだったりとか、そういう風なものっていうのが何なんだろうかとかっていうのから、こうじゃあキサラに釣りを任せようみたいな形になったりしましたね。では今度は富澤さんから見たスカネクの良さを教えてください。そうですね、企画の初期段階からお話は私もこう一緒に聞かせていただいていたので、すごくまずはやっぱりオリジナルタイトルを世に出すことのしんどさっていうところ、自分なりにもこう例えばゴッドイーターであったり他のタイトルでも、自分としての経験とか思いもあった中で、このチャレンジはもう絶対に世に出したいなっていうふうな思いもあったので、それをまず達成されたことにも本当にお疲れ様でしたと言いたいしおめでとうございますと言いたいですね。しかもアニメと同時にやったんですよ。そうですよね。これはね、バンダイナムコでも他にあるのかしらと。オリジナルタイトルを自社で作ってアニメも同時期にやるって全くもって簡単なことじゃなくてですね、この紆余曲折を最後までやっぱりこう乗り切ってくれたタイトルってこと自体で、僕はもうなんかこう万感の思いが我がことのようにこうありまして、でその上で細部はもうたくさんあります。念力アクションのバランスをどう取っていくのか、さっきのこうねテイクバックしながら念力を使うっていうそのテンポ感もすごく試作で遊ばせてもらった時にこれいいなってやっぱり思いましたね。ゴッドイーターをやってた時にやっぱり近接を
やって溜まったリソースであえて下がってぶっ放してそれをまた回収しに戻って近接やるっていうそういうバランスのゲームを当時やってたわけなんですけど、あの感覚っていうのがやっぱりこうアクションとしては状況に応じて自在にどんな時でも攻撃し続けられる俺強えっていう常に俺のターンみたいなところが少年心をくすぐるアクションとして一個あったなと思っていて、でスカーネックの場合はさらにそこにこの環境を使って念力でその状況を活用しながら怪と戦うっていうところが、さらに熱いじゃないですか。そのコンセプトがもう本当に初期から好きだったので、あとは怪のやっぱり独自のデザインとかっていうところも含めて、また落合さんの話になっちゃうかもですけど、やっぱり彼の中でこういろんなものを一緒にしながら、ある意味それでも一つのスカイレットネクサスっていう世界をある意味ハイブリッドなものとしてでも一本こう筋の通った絵に落とし込んだ色味とかのちょっとしたバランスとか、カラーコレとかも本当にこだわってバランスにされてたところの、アートの見るべきところっていうのがもうめちゃくちゃ詰まっているので、それを伝えたいから穴吹さんがずっとこうスクショを続けるんだっていうのはすごく納得がいきましたし、よく400何日やってもスクショのネタが切れないのがすごいなとやっぱり、それだけやっぱり一つの作品にいろんな思いとかこだわりがこれだけ詰まってるから中身があるというか、もう僕はすごく、推したい推すじゃねえな稲本さんもこの怪異のキャラデザについてはなんかうなずいていらっしゃいましたけども、すごい頭に本当に脳に衝撃が来るようなデザインだったんで、悪夢というか普通ゲームクリエイターから出るネタではやっぱないですね。デザインは人間としての嫌悪感とか恐怖とかざわっとその虫を見た時に感じるような、なんかこう何かの感覚を想起されるルックによってされるような作りなので、しかもそれが普通に電球ついてて花ついてたり人間っぽい足ついてたりなんじゃ俺やってなるんで、あれはもうすごいアートだなって感じました。それは結構アーティストも嫉妬すると思うんですよ。結構いろんなモンスターデザイナーですけど、やっぱみんなすげえって言ってましたし、やっぱ怪のデザインが出た時に。ということなんですが、こちらの怪の異質さんにこだわっていらっしゃるとお話を伺ってますが、野口さんいかがですか？怪についてはいろんな方が良いと言ってくださって本当にありがたい限りですね。デザインされた方は山城さんっていうアーティストの方で、ゲームをこれまでやられてたわけじゃないんですけど、落合がねある日突然連れてきたんですよ。この穴吹さんこの人使いたいんだけどっていうことを言ってきて、その時はまだねこのスカーレットネクサスが世に出ることが決まってだと全然なくて、富澤さんとか伊沢さんに話す前だったかもしれないですね。全然まだこれやれるって決まってないから、やれるってなったら改めてお声掛けさせていただきたいけどすごい人だよねっていう話をしてて、いやぜひ使いたいんですよ見てくださいって来て、なるほどって思いながらその時は心に秘めてたんですけど、いざ走れるってなった時に一番最初に挙げてくださったのがワイナリーシナリーっていうここに木とかがあって人間の手があってっていう回だったんですけど、もうそれが文句のつけようがないというか、誰が見てももうこのまま実装するしかないでしょっていうクオリティのものだったんで、それはもう開発スタッフ全員が度肝を抜かれたものを最初に挙げてくださったなっていうのがありますね。僕もプロジェクトの責任者だったんでいいねっていうふうに思いつつも本当にこの人でいいのかなっていうところはやっぱり確認しなきゃダメだなって思いでお願いしたんですけど、一発でOK を出させていただいたぐらい本当にアーティスティックで他にないセンスのものを挙げてくださったなっていうのは思いますし、その時の最初に見たインパクトってところを今でも鮮明に覚えてますね。水川さんいかがですか？そうですね、最初に貝の絵見せていただいた時にもう一発でいいんじゃないって、すぐ返しましたよね、貝の。でもともとさっきテイルズ・オブ・アライズの方で世界のこの雰囲気とか統一感って話させていただきましたけど、スカーレット・ネクサスの方って結構異質さっていうのをキーワードにして世界観とか作っていってるんですよ。SF のこの未来の世界の中でも、ちょっとノスタルジックを感じられるとか、ああいうもう技術が進んだ中でもああいう怪異みたいなわけのわからないものがいる、そして超能力というものがある、異質さを結構テーマにしていろいろ組んでいってるところはあって、であとは僕自身もホラーとかそういう都市伝説とか好きだったんで、落合さんにそんな感じで出せないですかみたいな感じでこの未来の世界もうすごい技術が発達してる未来の世界であんなわけのわかんないやつがいたらそれどうやって戦うんって
超能力ぐらいしかないんじゃないぐらいなところをこう世界でまとめてほしいなっていうのを花見さんとか落合さんに伝えて、よくこうまとめてくれたなっていうところありますね。はい、そうですね。さっきちょっとシェーダーの話になりましたけど、その回は回でね別シェーダーなんですよねあれね。この見る人は見たら分かると思うんですけど、キャラクターはトゥーンで影がニッチ化されているかそのパキッと分かれてるんですけど、回にそれを当てたらやっぱちょっと印象が違ったんで、回用の別シェーダーでちょっと表現するべきでしょってところで専用のシェーダー当てることでよりその魅力が際立ってるってところもありますね。ポイントとしては生物に見えないところが多分さっき山本さんおっしゃったそのおぞましさっていうのが意志が感じられないんですよね。生きてるかどうかも分からないし顔がどこなのかも分からない。でも人間的なこう手みたいなのがあったりとかするっていうこのなんか本質的に感じるこう違和感とかっていうところはすごい見せていただいた時にもこれ独特だしいいなって思ったところでもあって、このスカーレット・ネクサスの世界観の中にもすごく合うなって思って採用させていただいて、すごいものがもういろいろ上がってきて、もう訳が分からなくなってるっていう感じですね。はい、どんどん終盤にかけて敵がどんどんまた恐怖感も増すしすごいことになっていって倒しがいがありました。ありがとうございます。スカーレット・ネクサステールズ・オブ・アライズ総合コラボ DLC 配信中。どちらのタイトルも気になっているという方、両方とも遊んでください。